今回はメタ認知を使って多言語習得、外国語、英語やフランス語、ロシア語、こういった日本語以外の言語、もしあなたが英語話者であれば他の言語、日本語でもいいですし、中国語、韓国語、こういったものを習得するための方法、またはスポーツで新しい動きを覚えたい、新しいスポーツに挑戦したい、そして楽器演奏、トーク、語学、こういったものにメタ認知を使うことによってこれらの能力をより早く効率的に学ぶ方法について今回解説してみたいと思います。メタ認知をここまで何回かのエピソードに分けて解説をしてきました。メタ認知とは私というものを認識する力。これは私というものがここにいる。これを別の自分が眺めている、認識できるという能力ですね。これは人間特有の能力で、鏡を見て鏡に映っているこの姿が自分であるというふうに考えることができる、そのように捉えることができるというのがこのメタ認知の特徴になります。他の動物はこのメタ認知が発達していないことによって鏡を見ても自分だとわからない。なので犬や猫、そしてその他の霊長類や他の動物たちはこの鏡を見て自分だと認識できない。それによってその映っている姿を敵とみなしたり、あるいは何らかの不思議な相手として捉えてしまうわけですね。で、中にはメタ認知が発達したチンパンジーなどはその鏡を見て自分だと分かってそこで毛づくろいをしたりとか歯に詰まったものを取ったりといったような行動をする個体もいますので、人間のみというふうに限定するわけではありませんが、人間特有と言っていい能力と言います。このメタ認知ですが、自分、そしてこの周りの環境、こういったものを自分から見た視点で、私たちはこの目が前についてますので、世界を見るときというのは私たちの目から見ているわけですけれども、しかし頭の中のイメージではこの世界を見ているこの世界ではなく、もう一つの自分がいて、その自分の周りに世界があって、そしてそれを眺めている自分というものが想像できる。なのでメタ認知というのは想像上のものなんですけれども、私たちはこの想像というこの能力があることによって自分を客観視できて、そして集団だとかこの環境の中で自分たちがどのようにして生存上有利になるかということも考えることができるようになりました。これは以前のエピソードで言いましたけれども、私たちはこの世界をありのままに見ているわけではなくて、常に自分たちのこの作り出した想像の中で生きているということを説明しました。これは科学的にも実証されており、私たちはこの皮膚から入ってくる入力感覚だとか、あとは目から入ってくる視覚ですね、光の情報に関しても早くても50ミリ秒遅れており、遅ければ500ミリ秒遅れています。これはこういった身体感覚に関しても50ミリ秒遅れて脳に入ってきますし、何か思考する、考える、判断するといったような領域でも500ミリ秒、0.5 秒ですね、遅れているわけです。しかし私たちはこの世界で私たちが遅れていると感じないわけですが、これは遅れているんですけれども、脳は実際には予測をしています。なので 0.5 秒先を予測をして、その予測をもとに判断をして動いているということになります。私たちはこの生きていく中で様々なことを学習し、記憶し、そしてほとんどのことが記憶の中で予測として行動できるようになってしまうことによって、ほとんどのことを無意識で行うことができ、そしてその予測のほとんどが当たりますので、なので私たちはこの予測をしているということすらも気づかない。脳自体が予測をしていることを錯覚させて、まるで今リアルタイムに起こっているかのように思わせてしまう。それによって私たちは何の不自由もなく体を動かしたり日常生活を送れるわけですね。で、このように会話をしている際にも、実は私たちのこの会話のこのテンポも、今私はリアルタイムに声を出してこのマイクに対して話しかけているという感覚が自分にはありますが、しかし実はこの感覚も少し遅れているわけです。実際にはもう声が出て、その後に声を出したというふうに50ミリ秒遅れてくる、0.05 秒遅れてくるわけですけれども、しかし実際にはこのように喉を動かしたり声を出せば、このような声が出るという予測がもうすでに長年の蓄積でできますので、なので何も考えなくてもリアルタイムに声を出しているというふうに脳が予測をもとに行動しているわけです。なので実は私たちはこのリアリティのあるリアルな世界を
オンタイムで生きているというよりは、脳が作り出した予測のイリュージョンの世界の中で生きているといった方が正確かもしれません。そういう場合で、この予測が間違うという時、例えば私もたまにありますけれども、声がしゃがれてしまったりとか、声の出が悪い時というのは予測が外れているわけです。自分の慣れ親しんだ声の使い方、この喉に対しての負荷のかかり方とか、耳から入ってくる自分の声、これらがいつもと違う、予測と違うとなると違和感を感じるわけですね。これは予測が外れているわけです。私も長らく野球というスポーツをしてきましたので、ピッチャーとして、そしてボールの感覚だとか体の感覚、こういったものが予測と違う時というのは違和感を感じるようになります。皆さんも日常的によくやっている行動で何か少しでも変化があった場合に違和感を感じるということがあると思います。これらは予測が外れたということですね。これは日常的な行動に関しても私たちは常に予測をしていますので、この予測がどんどんと外れる、予測がほとんど役に立たない領域というのは私たちにとってみて不快になるわけです。これは自分の予測が当たらない領域ということは、これは脅威が紛れていても私たちは気づかない恐れがありますので、できるだけ私たちは予測が当たる世界の中に閉じこもっていたいわけです。なので、この周りの環境のほとんどが予測通りにうまくいく環境が私たちは快適な環境、これがいわゆるコンフォートゾーンというやつで、自分の予測が当たるという環境が、これが慣れ親しんだ環境として最も力を発揮できる環境となります。なので、このコンフォートゾーンというものが自分が望む結果を生むような、そういった状況の中で快適だと思える場合であれば、その力を発揮できるということになりますが、私たちはこの成長していく過程でコンフォートゾーンというのは徐々に広がってはいきますけれども、あるところでやはり頭打ちになります。この私たちの社会的な営みを考えますと、成功という定義を考えると、他者ができないことができるようになる。他者が戦えていないところで力を発揮して戦える。これがいわゆる成功というふうに定義をしますと、誰もが同じように成長していく中で快適だと思う領域の中で留まっていると、どこかで頭打ちになってしまって、そして自分と同じようなコンフォートゾーンにいる人たちのと戦わないといけないということになりますので、頭一つ突き抜けるためには、今の自分が快適だと思う領域ではなく、もっと上の領域に自分の快適だと思うコンフォートゾーンというものをずらしていく必要があるわけですね。そのためにはそのコンフォートゾーンから一度出ないといけない。出て今度は新しいところにまた自分のコンフォートゾーンができていくわけですけれども、コンフォートゾーンから飛び出して、そしてそこがまた自分にとって快適な領域、コンフォータブルな領域になってきたら、またその次へというふうに飛び出していきながら、それを繰り返しながらさらに高み高みへと成長していくということを目指していくわけですね。この先へ先へ行こうとするこの発想、この考え方、これがメタ認知が必要なわけです。自分にとってみて今快適な環境というものが一体どういう環境なのか、そこで自分の力を発揮できているけれども、そこで発揮できているその結果というものは自分にとってみての快適な領域でしかないので、社会的に意味のあることなのかどうかというのは別なわけです。なので自分にとって快適で自分にとって力が最も発揮できるとしても、社会が求めているような領域ではないところで力を発揮していたとしても、それは評価されないわけですね。ですので、社会が求めてくる、社会が必要と思うような価値があると評価されるような領域で自分が快適だと思えるように持っていく。これがいわゆる成長として成功を求めていくときに考える必要があります。このメタ認知を使って自分を高めていくというこの発想そのものが、そもそもメタ認知が必要になりますので、メタ認知というものは自分が目指すもの、目標や目的、これに対して今置かれている自分の状況はどういう状況なのか、そして自分が何をすればその目標や目的というものを達成できるのか、そこに向かっているこの方向は正しいのか、こういったことを逐次振り返って評価して、そしてそもそも自分のその評価がそのものが正しいのかどうか、これらを考えること、これらがメタ認知が必要になってきます。メタ認知が弱いと、その場その場で目的も目標も立てられず、衝動的に頭に思い浮かんだものとか目に飛び込んできたものに一喜一憂して右往左往することになりますので、そうなると長期的に見ても本当に成し遂げたい目標だとかゴールというものに全く届いていかないといったことが起こります。ですので、まず目標を立てて、そしてその目標に向かって邁進しましょうというこの説明をする、これに取り組ませる前に、実はメタ認知をまず鍛えるといったことをやった方が効果的だったりします。このメタ認知は私たちが多言語、別の言語を習得する際にも効果を発揮します。これは多言語を習得するのにメタ認知が必ず必要だという意味ではなく、メタ認知というものが発揮できたら、一体どんな自分にとって有利なこと、
いいことが起こるのか、そういったことのまず一つの例えとして多言語学習というものをまず説明してみたいと思います。まず言語というものは私たちのこの無意識の層で行います。潜在意識として私たちがコントロールできないところ、要はコントロールしなくてもいいところですね。で力を発揮します。言葉というものはこの言葉そのものが自分のこの頭の中で何かを考える、思考するとか認識をそこから何か情報を組み立てるといったもののベースとなるものですので、いちいちその言葉の形状だとか言葉の中身を考える必要もなく、ただその言葉を聞いただけ見ただけでイメージが頭の中で勝手に出来上がるというものがこの言語というものを習得したと言える状態になります。それがまだこの文字を見て、そしてスペルを見て、そして文法を考えて、そしてこれはこういうことを言っているんじゃないかという推測を必要とする、まだこのレベルだと無意識で判断しているとは言えないわけですね。言語を習得したとは言えないわけです。学校教育の中でも英語学習の大半は実はこの意識の層で学習するということをずっと行ってきています。で、これで私たちは英語のアルファベットだとか、あとは単語、文法、こういったものは考えれば、意識すれば、そして推測をすれば、その仕組みや構造というものが理解できたりするわけですけれども、しかしそのスピードだと実際の会話だとか実際の日常だと追いつかないわけですし、この意識でコントロールしようとするこのスペック、限界があります。私たちは意識的に行動ができるその範囲というものは非常に狭いので、私たちのこの持っている能力を最大限発揮しようと思うと、意識しなくてもいい領域、潜在的な意識の部分です。これを潜在意識だとか無意識と一括りにしたりすることもありますけれども、この領域で言語というものは操っていかないといけないわけですね。私たちは多かれ少なかれどこかの国のどこかの言語で生活をしていると思いますが、その第一母語であれば全く何も考えずに言葉のみを自分の考えていることをそのまま何か表現しようと思うと自然と言葉が出てくると思います。で、この時にも実は潜在意識の中ではかなり高度なことを行っていて、どのようなボキャブラリー、どういう単語を持ってくる、そして文法を組み立てる時にもどのような文法で組み立てるかというのを無意識のうちに一気にやるわけですね。なのでとても高度なことを瞬時に行っているわけですけれども、それらを私たちは全く意識せず、そして緊張状態や強い思考状態を作らなくとも比較的簡単に楽に出せるわけですね。で、これを第二習得言語でも行えるようにしていくというのが言語習得のポイントですが、無意識の状態でもそのまま言語として入ってきたものが、例えば英語であれば英語で入ってきたものがそのまま頭の中でイメージされて、そして今度はアウトプットするとき、話すときにも文法のことを考えるのではなくて、もう口から出てくれば勝手に文法として正しい文法として出てきている。なので自分が英語を喋っているのか日本語を喋っているのかといったようなことですらも会話をしている中では特に意識をしなくてもいいと。メタ認知という意味では、メタ認知は今自分が英語を喋っているのかとか日本語を喋っているのかということをモニタリングできるという意味ではそのような意識づけというのは可能ですけれども、しかしその言語を話す際にいちいちその文法が合ってるのかとか、ここの単語とここの単語が例えば日本語の単語と英語の単語というもの、これを比較してどれが適切な単語なのかなといちいち考えたりする必要もなく、英語で来たものはそのまま英語で思考して英語で返す、日本語で来たものは日本語で思考して日本語で返すといったようなことができてしまう。ここまでいくのが本当の言語習得ですね。で、これはスポーツとも非常に似ていて、スポーツの世界でも例えばテニスであれば相手から打ち返されたボールをどの角度でラケットを入れれば相手の領域にボールが跳ね返るのかどうかということをいちいちその角度の計算だとか角度をどのようにしようかなと考えているというのは初心者のうちで、上級者になってくるともうラケットが自分の体の一部のようになって、ラケットの先まで自分の神経が通っているかのようにどこに当てればどのような角度でいくのかということももはや考える必要もなく、ターゲットとしてあそこに打ち込みたいと思うだけでもう自然とそのスイングができるといったことが起こるわけですね。これは野球のピッチャーでもそうですしバッターでもそうですけれども、もはやどのような角度でどのような振り方で腕を振ればいいのかバットを振ればいいのかではなく、どこに打つとかどこに来たものを打つかといったようなことを反射的に行うことができるようになる、もう考えなくてもいい領域に入るわけですね。なのでスポーツにしても言語習得にしても脳のメカニズムというものは適応的になりますので、
非常に似ているわけですね。ただ、その対象としてどの筋肉を使うかとか、どのリズムで行うかということが違うので、スポーツの場合であれば、野球であれば、この肩の筋肉だとか、背中の筋肉、足の筋肉、ピッチャーであれば指先の筋肉、こういったものを連動させなければならないので、連動させる筋肉の先が違うわけですが、言語習得であれば、この口や喉、そしてこの肺、これらも言葉を出すときには連動させなければいけないですね。特に日本語と英語ですと、この口の中の形、息の吐き方から口の中の形の作り方も違えば、リズムやテンポというものも違ってきます。なのでこれらを習得していくことによって適切な発音で適切なリズムで話すことができる。そして今度は入力の処理の仕方も、スポーツの場合の入力の処理の仕方も、言語習得による入力の処理の仕方も基本的にはメカニズムは非常に似ているメカニズムになります。このメタ認知というものを用いることによってこれらの習得する効率を上げることができるわけですが、このメタ認知というのは自分の中にもう一人のコーチを持つことで、そのコーチが自分のやっている行為や自分の今の取り組もうとしていることをちゃんとモニタリングして、それが目標に沿っているのかどうか、そして適切な方法を取れているのかどうか、これが問題があるのであれば調整をして、そして軌道修正をしていく。ここまでもこのもう一人の自分がモニタリングをして、そのような行動の変更というものを加えることができる、要は調整をすることができるということですね。前回のエピソードではこの自分にとってのいわゆる本当の自分、潜在的な自分というものがどこにいて、そしてそれらがいかにアンコントローラブルなのか、コントロールできないものなのかというものを比喩として用いるために、私たちはこの一生出れない映画館の中で映画のスクリーンを見させられていて、そして私だと思っているその今の自分自身というものはその映画館に座っている観客であり、そしてこの見ているスクリーンの内容を決めているのは自分よりも後ろにある投影機がこの内容を決めていると。この投影機が実は自分にとっての潜在意識で、様々なことを自動的に処理をして、そして自分に対してこの世界というものがどのようなものなのかというのを見せつけてくるわけですね。この観客席に座っている自分というものは直接世界を見ることができない、スクリーンを見るしかできない。その中でこの世界がどのような世界なのかということを完全に知ることはできないわけです。あくまでも投影されたもので判断せざるを得ない。これ先ほど言いましたが、私たちはどんなにこの世界を正しく早く見ようと思ったとしても50ミリ秒遅れて見てしまうわけです。なのでリアルタイムに本当に今オンタイムで起こっていることをそのまま見ることができないわけですね。なので常に予測をして見るしかないわけですので、これも脳が作り出した予測というのは想像ですから、その想像を見ることでしかこの世界を感じ取ることができない、いわゆる間接的にこの世界を見ることしかできないわけです。メタ認知はこの仕組みを意識普段できるかどうか、これがメタ認知が発動している状態となります。なのでメタ認知がどこにあるのかという話ではなくて、この仕組みに気づいている、この仕組みが日頃から意識できている、これがメタ認知が効いているということになります。背筋を伸ばして、そしてこの頭の後ろから三つ編みが降りていて、その三つ編みの先に投影器がついていて、この投影器を背中からちょっと離すために顎を引いて胸を張って、そして肩甲骨と肩甲骨の間ぐらいの背骨の位置からちょっと投影器が自分の背中からさらに後ろに離れた状態を意識して、そこからこの自分の額付近のスクリーンに投影をしているという。でそしてその投影されたスクリーンを通じて今見ているこの景色というものが合成されているというふうに考えることができれば、この状態がイメージした状態で日常生活を送れているこの姿そのものが実はメタ認知が必要なわけです。メタ認知が発動しているとこの状態が意識できるということになります。となると私たちの振る舞いだとか私たちが行っている行動というものが客観的なもの、第三者的な視点で捉えようとするという試みが可能になりますので、このメタ認知だったとしても私たちは結局はこの映画館から出れない存在ですので、本当の外側の世界というものを直接見ることができないとなったとしても、それでも私たちは今映画館の観客であり、そしてこの仕組み、投影機であるこの潜在意識がここに対して何か働きかけて、ここの作っているシナリオだとかスクリプトだとか登場人物だとか世界の描き方というものを変えるというここのメカニズムに何らかの作用をさせなければいけないということに気づけば、私たちの日々の行動の大半を潜在意識でやれるところまで持っていく
こういったトレーニングを日頃からすることによってできないことができるようになっていくといったようなことが可能になるわけですね。なので意識的に何かを考えて、そして意識的に何かをしよう取り組んだとしても、それらを反復していくことによって潜在意識の中でできるようになっていくわけですね。これがようやく習得できたといった状態になります。ただそれらも同じレベルでずっと反復をしていけば、当然そのレベルで停滞しますので、そこからさらにもう一個上、もう一個上、もう一個上いうふうに引き上げていこうと思いますと、ここでは満足してはいけない。またこの次へ行くためにそのコンフォートゾーンから出ないといけないというふうに自分自身の今の行動というものに対して現状維持ではなく、さらに次へ行く必要があるというふうに見ていく、こういったモニタリングをする存在というのが必要なわけですね。言語習得にしても、スポーツにしても、楽器演奏にしても、はたまた営業だとかトークだとかといったことに関しても、このもう一人の自分、メタ認知というのは自分の中にコーチを持つようなことだというふうに初めの方に言いましたが、では他人に対してコーチングをする場合というのはどういった効果があるのか。これは実は二重のメタ認知というものが必要になるわけですね。コーチングを行うコーチというのは、まずクライアントの中にコーチを作るわけですけれども、いきなりできるわけではありませんので、まずはコーチとして自分が相手のメタ認知になろうとするわけです。なので優秀なコーチというのは、相手に対して相手の中にできる必要のあるそのメタ認知というものをこれから構築していくということを狙うわけですね。自分もまずは相手から見れば外側にいる存在ですので、なので自分から見た相手というものを相手に伝えるということだけでも相手はメタ認知が発動しやすくなりますが、ただここで一点注意が必要なのは、人は自分の中のコーチにモニタリングをされて何かを言われても、それは自分だというふうに捉えることができますので批判的にならないわけですけれども、外部から言われた場合は、それはその外部から言われたことと自分の中のモニタリングをしているコーチとの認識がずれている場合は、自分の方のコーチというものを優先します。ですので、いきなり相手の問題点だとかを指摘したとしても、その本人がその問題を自分の中でうまく認識していない場合は、それを受け取れないわけですね。ですので、いきなり相手の欠点だとか改善点だとかをいきなり指摘をしたとしても、その相手は受け取れません。なので、まずは相手の中にその本人の作り出したコーチというもの、これを作り上げられるように作用させていくわけですね。で、それを考えた上で、自分もコーチ自身も自分がどのように相手から見られているのかといったことを自分でモニタリングする必要があります。なのでコーチのメタ認知というものは、相手のメタ認知とそして自分自身に対してのメタ認知ということをさらにもう一個上の視点で対応させる必要がありますので、メタのさらにメタな思考というものが必要になるわけですね。でこのメタ認知というものを用いて、相手の中にそのメタな視点を持っている自分自身のコーチというものを作り上げていく過程の中で、本人がいろいろ気づいたり客観的な視点を持って見る世界が変わってきますので、なのでコーチングの本質というのは、相手の中に優秀なコーチを作る、そういった作業になります。なので最終的にはコーチが必要なくなるといったところまで持っていくのがコーチの本来の役割になります。なのでいつまでもコーチがいないとダメなんだといったようなスタイルでコーチングをしている人というのは、相手の中にコーチをうまく構築できていないので、なのでそれは一見うまくいっているように思うかもしれない。これは相手がクライアントがコーチを望んでいるという形で、クライアントそのものはそのコーチのことを評価するかもしれませんが、しかし結果を見てみれば分かるのが、そのクライアントは望む結果を出せていない可能性が高いです。これはもともと自分が立てていた目標やもともと自分が思い描いていた夢に対して実現できたとしても、本当のコーチというものはその相手の中にできたメタ認知が本当の意味で本人の望む未来や望む目標というものを自分で評価できるという状態まで持っていくことになりますので、となると本当の優秀なコーチのコーチングセッションというものは、そのセッションを通じてクライアントが見ている世界が変わりますので、クライアントの目標だとか夢も変化していくわけです。例えを分かりやすくするために少し極端な例を使いますが、将来の夢は何ですかと子供に尋ねた場合、大抵の子供は自分が知っている職業のことを言います。女の子であればケーキ屋さんとかテレビのアイドルだとか、男の子であればサッカー選手とか警察官とかを
答えるわけですね。最近であれば YouTube よく見てますので YouTuber とかというふうに答えたりはするかと思いますが、子供の頃の夢というものはあくまでも子供が想像できる世界、これは子供ですので世界をほとんど知らないので、その子供から見て身近な存在や想像ができる存在ぐらいしか想像できないわけです。なのでその子供の時に思い描いた夢をそのまま大人になって実現してしまった場合どうでしょうか。本当であれば成長というものはいろんな世界を知って、そして自分ができることも知って、そしてこの世の中の仕組みやさまざまなこの世界の奥深さを知った上で、本来であれば目標とか夢というものは変化し、そしてさらに深いもの、そして高いものになっていく、そうした可能性もあるわけですよね。なので子供の頃の夢を叶えたというのは一見美談のようにいいことのように聞こえますが、本当は危ないことで、子供から大人になる間に得たものが少なかった可能性があるわけです。なのでコーチングセッションの中では初めにクライアントがどのような夢を実現したいかとか、どのような目標を掲げているかにかかわらず、その目標や夢やそしてそこに目指すための方法論みたいなものに対して基本的にコーチは関わらないというスタンスです。そこの方法論だとか夢だとか目標というものは本人の中にあるコーチ、これが構築されてくればそのコーチが導き出して考えて持ち込むようになりますので、なので外側であるコーチが相手のその目標や夢の具体的な解決策や具体的な方法論について語るべきではありません。もし語ってしまえばその影響を受けて相手はこのコーチの助言を求めるようになってきます。要は相手の中でのメタな視点を持ったコーチというものがいつまでも構築されなくなってしまうんですね。ですので本当に優秀なコーチというものは相手がどのような目標や夢を持っているかではなくて、相手の中にそのメタな視点を持っているコーチが構築されているのか、そして構築されているのであればその構築されたコーチがどのような視点を今持っていて、そして時にそのコーチが消えてしまったりとか、そしてまたふっと出てきたり、こういったことは初期の頃は安定せずうまくずっと発動させ続けられないということが起こりますので、それを外側から見てモニタリングをして、そして活動が減ってきたなと思ったら外部から少し刺激を与えて干渉をして、またその相手のクライアントの内側にいるコーチというものをまた再起動させて、それらをなるべく維持するように仕掛けていくということを行うわけですね。なのでセッションを繰り返せば繰り返すほどだんだんとクライアントはコーチを必要としなくなるわけです。コーチがそれでもクライアントから求められ続けるようなことをするのであれば、その相手のクライアントの中のコーチというものをより高度なコーチとしてさらに高めてあげる。これらをいわゆる自己評価ですね。メタな状態で自分自身を評価してますので、その能力を高めていくということですね。私たちはとかく自己評価というものに慣れていないこともあって、自分たちが一体どれぐらい自分たちの能力というものを信頼しているか、これ自体も実は私たちはあまりうまくありません。このメタ認知を向上させる一つのトレーニングというものを紹介してみたいと思います。メタ認知が高まったかどうかということを示す一つの指標というもので、メタ認知効率というものがあります。これは正しい判断をしている時には高い信頼度、何かを評価した時のその評価そのものがどれぐらい信頼できるかといったことを自分の中で認識できる能力ですけれども、これ正しい判断をした時であれば自分自身のその答えが高い信頼を示すというふうに自分で考えることができる能力ですけれども、これをメタ認知効率と言いますが、これを鍛える方法ですねをちょっと紹介してみたいと思います。これは研究の中で行われたことですので、この方法でなければならないというわけではなくて、仕組みさえ分かってしまえばあとは応用していくらでも別のシチュエーションで使えますので、一番簡単なものを教えておきたいと思います。まず2つの明るさを比較させます。これは調光のライトとかでもいいんですけれども、そのどっちが明るかったかということをまず判断させます。これが1つ目のタスク、一次タスクというものですね。その参加者は自分の答えがどれぐらい信頼できるかということを数値で報告します。その報告した結果が正しかったのかどうかというものをまずフィードバックします。その正しかったのかどうかというその情報の中には、本人がこれがどれぐらい正しかったかということを信頼度という形で数値で報告してますので、その数値に対してもフィードバックします。それを繰り返していくと、参加者は自分の信頼度評価というものを調整するようになってきます。その明るさがどっちが明るいかということが正確にわからない、もしかしたら違うかもしれないという時には自分の信頼度を下げて、そして
逆にこれはもう明確にこっちが明るいと分かった場合であれば、その信頼度を上げるというふうにして調整をうまくできるようになってきます。この自己評価というものをキャリブレーションと言いますが、このキャリブレーションが向上していくことによって自己評価、自分の能力がどれぐらい信頼できるかという自分自身のこの身体に入ってくる入力と自分の判断、これらがいかに疑う必要があるようなものなのか、信頼ができるのかできないのかといったことを客観的に判断する能力というものが身につきます。これこそまさにメタ認知で、メタな自分が今のこの自分が観客席に座って見ているスクリーン、このスクリーンにある映像で自分が感じ取ったことがどれぐらい信頼できるのか、これらを常にメタ認知が見ているわけですね。なのでこの状態を維持できる、この状態がより強く日頃から発揮できる状態、これが今言いましたメタ認知効率を高めておく状態になります。これらをこのトレーニングとして日々やっておくことによってメタ認知というものが常に発動できる状態、いつでも起動できる状態というものが持てるわけですね。このトレーニング自体は誰かと一緒になってするということもできますし、これらを応用した方法として最近では語学学習アプリで自分が答えた内容が正しいのかどうかというものをアプリでチェックしてくれて、その修正をかけてくれますが、この仕組みそのものを自分で行うということですね。自分が今新しく出てきた単語だとか、あるいはその長文の文章を読んだり聞いたりした際に、そこに対して自分が何か答えてみると、でその答えがどれぐらい当たっているのかという信頼度で常に自分で評価していくと。なので自己採点として自分で点数をつけていくということを日々のタスクの中で行うわけですね。語学学習でこのようにして今の自分のレベルや今の自分の取り組んでいるそのアウトプットの信頼度がどれぐらいなのかということを常にモニタリングしながら学習している人というのは学習するスピードが速いんです。これは自分が一体何ができていなくて何ができているのかというのを常に考えながら取り組んでますので、そうなるともう分かっているところばかりを何度もやるとか、分からないことから避けてなるべく分からないことはやらないようにしてしまうみたいなことをせずに、積極的に分からないことも取り組んでいく。しかし難しすぎることを取り組んでも時間の無駄なので、比較的自分にとってみてギリギリ分かるか分からないかというラインを少しずつ攻めていきながら、そして自分の学習能力、語学能力というものを上げていくといったような自己調整ができるようになってきます。そうなると学習効率が上がります。これはスポーツの世界もそうで、自分がギリギリできるかできないかというところに常に挑戦をしていく。そしてできなかった場合にどれぐらいできなかったのかということも常に認識していて、そのトレーニングの難易度というものを調整していくわけですね。トレーニングの難易度を調整していくというのが非常に重要で、筋トレをしててもそうなんですけれども、あまりにも重すぎるウェイトというものは全く上がらないというので効果がありませんし、逆に軽すぎても体に対する負荷が弱いのであまり発達しません。どれぐらいの負荷を自分に対して与えるのが一番最も効果的なのかということを常にもう一人の自分が分かっていることなわけですね。なのでこのメタ認知というものは実は私たちが成長していく上で何か新しいことに取り組んで、そしてできなかったことをできるようにしていくということを自分で組み立てていくという中で非常に有益なわけです。でこのメタ認知がより強い人は、このメタ認知がうまくできている人というものも見抜くことができます。これは問題として入れ子構造になってしまってはいますが、コーチングが本当に必要な人というものはメタ認知が弱いのでコーチを見抜けないわけです。本当にいいコーチが誰かというものを判断できないということは、質の悪いコーチに当たってしまう、質の悪いコーチを引いてしまう恐れがあるわけですね。質の悪いコーチを引いてしまった場合は、そのクライアントはメタ認知が発達していきませんので、いつまでもコーチングを受けても自分の状況や状態というのは変わらないということが起こります。コーチングセッションを受けた直後はそのコーチが自分のメタ認知の代わりになってくれていましたので、そのセッションの間では何か分かった気がする、何かできるような気分にはなるけれども、セッションが終わって次のセッションまでの間にはもう効果がなくなってますので、そうなるとセッションを繰り返していったとしても、そのセッションごとに積み上がっていくようなものではなくて、毎度毎度セッションごとにリセットされてしまう。なのでセッション中、セッション直後は気分が良くなって何か効果があった気がするけれども、セッションを重ねても大した変化というものが起こらないということになります。逆に優秀なコーチというのはセッション中は居心地が悪いわけです。そしてセッション後も何かモヤモヤするわけですね。これは自分の中にメタ認知が出てくると、自分のことを今まで見ていた自分ではなくて新しい角度から自分を見るというこの姿にまだ自分は慣れていないので、なのでどこか不安になったり、どこかモヤモヤしたり、どこか引っかかったりするわけです。
なので優秀なコーチというのは少しの居心地の悪さ、少しの認知的な負荷がかかる人ですね。で、上手いコーチというのはその相手にとってみてどれぐらいが認知的な負荷なのかというのを相手によって切り替えるわけです。調整するわけですね。なのでコーチをやる人というのはその相手のメタ認知に対しての自分、そして自分の中のメタ認知というこの構造を常にモニタリングしながらやらないといけないので非常に疲れるわけです。常に相手のメタ認知、そしてそれをモニタリングしている自分と自分のメタ認知、これらをずっと発動させ続けるわけですから、なのでコーチングセッションというものはあまり長くやると疲れてしまうわけですね。なので優秀なコーチは相手をその居心地の悪さというものを少しずつ負荷として上げていくことによって相手の中のメタ認知というものが発動して乗り越えてもらうようにするというふうにして持っていくわけですね。なのでコーチングをして何かスッキリしましたとか悩みが取れましたとかっていうそういった感想が出てくる場合というのはそれはコーチではなくてセラピーである可能性があります。これが気をつけないといけないのはコーチングは決して終わった後の気持ちよさやそのコーチングセッション中の気分の良さは結果とは関係ありません。むしろその逆でセッション中はどこか居心地が悪かったり終わった後も何か引っかかりがあったりモヤモヤしたりするものですね。これは自分の中のメタ認知が新しく起動してそして今まで考えてなかったことを考えさせられるといったような負荷がかかってますので、なのでクライアント側もコーチングセッションが終わった後はもうぐったりしてしまうというような状態になるのがコーチングのセッションだったりします。ここの心理的負荷、認知的負荷の強さ、ここのコントロールの調整というものが絶妙な負荷のかけ方というものが重要になってきますので、なのでコーチを選ぶ際にはそのコーチの実績を見てください。喋ってみた感じだとかその人の人としての何か居心地の良さや喋りやすさ、話しやすさ、一緒にいて楽しそうみたいな雰囲気で流されてセッションを申し込まないようにしてください。友達作りだとか話し相手が欲しいとかっていう目的であればそれでいいと思いますが、コーチングとしてお金を払う以上そのお金に見合った成果をやはり求めていく必要があると思いますので、そういった意味ではそのコーチが自分にとって何か居心地が悪いなとか何か引っかかるなと思ったとしてもその人が実績や結果を出しているのであれば、一度その人のセッションを受けてみるというのはいいんじゃないかなと思います。このメタ認知というものは非常に強力なツールでありながら私たちも日頃メタ認知が当然ないと生活できませんので誰しもが持っているかと思いますが、感情的になった瞬間だとかあとはそのメタ認知が見ている世界の狭さですね、目の前にあるものに対して衝動的に反応的に生きる選択を常にしてしまう人とで長期的に見ると大きな結果の差が出てきますので、できれば大きな物事を成し遂げる、そして自分自身の成長を大きな成長を求めるのであれば先にメタ認知を鍛えてしまう。これは同時並行で鍛えてもいいわけですけれども、メタ認知の方が今のあなたにとって重要なパートナーになり、そしてそれが自分自身の自分の中のコーチでもある。そうなるとそのコーチが自分自身を含めたこの世界というものをどのようにして自分が望むものにしていくかといったようなその潜在能力を含めた自分自身のポテンシャルや能力というものを高いところで引き上げようとしてくれますので、そうした能力というものをぜひ身につけてもらえればと思います。私の著作超える技術まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。それ以外にもいくつか書籍を書いてますので気に入ったものが読んでいただければと思います。そして最近 YouTube チャンネルの方で別の英語のチャンネルを作りました。というのも多言語でやった方がいいですよと、バイリンガルの脳の仕組みというものは普通の人よりもより脳がクリエイティブに脳機能というものが活性化しますよというようなエピソードを別で言いました。多くの人にこの私の思想だとか考え方を広めるという意味でもやはり言語というものは重要になってきますので、比較的多くの人が使うであろう、全世界的にはもう英語に今集約されようとしてますので、英語で伝えるためにそのようなチャンネルを別で作りました。過去には私のこのチャンネルそのものに英語で作ったコンテンツを上げましたが、それによってチャンネル登録者数が一気に減ったりとか、あとは全く再生されなくなったりということも起こりましたので、あえてチャンネルは分けました。全く同じアイコンを使ってますので、見つけた場合はこのチャンネルともしかしたら混同してしまって混乱するかもしれませんが、英語用のチャンネルを作りましたので、よければそちらの方もチャンネル登録して動画を楽しんでいただければと思います。では本日もお疲れ様でした。